この新カード効果面白い。ハウスの知識が試されます。もういいだろ、始めようぜ。リーロイ VS ケリーがなんかハースらしい新カード。新しいミニオンを選びましょう。ということで今回使っていくのはワトフィーニのオーラパラ。マリガンはこの当たりかなと勝手に思ってますが、まあ臨機応変にやっていきましょう。最初の手札はよし。なんか今まで見たことないすごい手札になってますね。おお、トリプルか。トリプルどころか4カードなんだよな。ボブ報酬をください。あんたを応援してるよ。帰っちゃった。トリプルの報酬はバトグラでもらうことにしましょう。気を取り直して。対戦相手の方はハンターですね。対戦よろしくお願いします。まずは今回の主役を見てみましょう。ワトキ、獣ミニオン。おたけびでミニオンを1体発見するぞ。名前やスタッツ、種族などどこか違う怪しいミニオンを選ぶと4、3に強化される。ワトソンよろしく。怪しい違いを見逃さない。名助手だ。このデッキはパラディンのルールブレイカー指揮官ベアトリックで増やしたワトフィンを主役にしたデッキになっており、ワトフィンが盤面に出るとどこか違う怪しいミニオンが含まれた選択肢から発見し、怪しいミニオンを選ぶと1のバフを獲得します。743 3は頼もしい。そして今の発見の場合、ブロンズ族の兵士が怪しいミニオンですね。年代記の番人と悩みましたが、ブロンズ族の兵士は5マナ5、6の印象があったので、ここはギリギリ正解です。また、このデッキはオーラパラディンをベースに構築しているため、ゲルビンや頼もしいオーラカードで勝利を目指しましょう。さて、盤面に戻りまして4枚目のワトフィン投入です。相手の方こいつ何枚手札に握ってるんだよって思ってさ。あえてのヒレと思ったけど真ん中でいいかな。このドブネズミ、名前が違う。名前がタイムレイの監視になってる。そしてミニオンが出ずにセーフ。うわあ、トップトルビアやめてくれー。天国からの地獄じゃん。ドブに方向がいかなかったのでセーフ。ギリギリ取れましたね。ありがとうドブネズミくんの勇姿は忘れないよ。超普通にオンとして一番いい仕事をしてくれました。続けて怪しいブロンズの兵士も出しちゃうぞ。元の兵士より体力が1高いですが、おたけび効果で本来6の体力が8になって、なんかすごくした気分です。相手の方は兵士を突破できませんでしたし、手札もゼロ。今がチャンス。このまま押し切りたいですね。このターンは2マナミニオン並べちゃいましょう。5回目のワトフィンクイズの時間です。これは左の前が違いますね。続けて6問目いきましょう。これも左。先ほどの選択肢に破滅の使徒があって助かりました。コストが1減って7になってますね。ここは一戦の光をもらっておきますが、現在5連敗中なので勝って動画にしたいので。切実。トップとルビアは犯罪ですよ。トップ対決はカードゲームの醍醐味なので仕方ないですね。やばい。ちょっと優勢かもって思っていたのに急に怪しい空気になってきたな。一戦の光をもらっておいて正解でしたね。残念のミニオン減ったけどギリ全滅は回避か。ゲーまたワイヤーの5点が飛んでくる。逆に考えるともうデッキに自動栄唱の内容がないので、あのスポットのバンズマンは今のところは発動しません。とりあえず視野的でミニオン除去しますか。久々に使いましたね。他のカードでもいい気がしましたけど、7点疾風が盤面に残るのは相手の方相当嫌だと思うので、今回は視野的で生き残れば顔に14ダメージ狙えます。ここで2ドローは嫌すぎる。さすがに視野的は退場。魔力トリップワイヤー。やばい。スコップのダンズマが発動し超絶ピンチへ。いや本当にハンターは恐るべしですね。あなたは神を信じますか？私は今引きました。ここでゲルザインはすぎる。ただ、ハンターにとって盤面7点なんてすぐに数えますからね。それは、そう。ここで呪文発見はまずいですよ。外れを引くことを祈りましょう。1枚引くネズミは嫌だけど、まだギリセーフ。発見した呪文が怖すぎるけど、ここでヒロパなら。ギリ助かった。とりあえず手札から20点は出なさそうなので、落ち着いて回復を。動画撮影時に再度確認しましたが、手札のカードでは19点しか出ませんでした。多分合ってます。まあ、この直後プレミするんですけどね。間違えた。生き残ることに必死すぎて
殴る瞬間に砂塵のオーラの存在がすっぽり抜けてたのよ。やっちまったね。ここで気づいて完全に冷や汗をかいてますが、ここで相手の方を投了。対戦ありがとうございました。よかったら中の人の動画制作のやる気が上がるのでチャンネル登録していただけると大変ありがたいです。よろしく。もう一戦に行きます。誰だと思う？リロイ・ジェンキンス VS 2戦目の対戦相手の方はオリアーですね。対戦よろしくお願いします。マリガンは1枚交換していきましょう。できたらサイドクエスト欲しいですね。いい感じで。よし。まずはお互いのルールブレイカーの効果が発動。これのルールブレイカーとは打って変わって1ターン目はお互い静かな立ち上がりとなりました。ではワトフィンクイズ始めますか。まずは第1問。正解は真ん中なんですけど、オリアーって卵のイメージがあるので、ここは沈黙できる王立図書館の司書もらっておきますが、クイズは不正解バフはなしです。違っても沈黙は便利ですし。それでは2問目。これは右ですね。他の2枚が印象に残ってるので、これは消去法で正解できました。そして相手の方がいける炎を出していたので卵ではなさそうですね。あんまり卵に入っているイメージはありませんもんね。ワトフィンクイズ3問目。これは左です。前に間違えたことあるので。珍しく過去の失敗から学んでる。人は失敗から学ぶものだ。いい感じにミニオンが並んでましたが、ここで相手の方の反撃です。さすがに都合よくはいきません。ウォリアーは除去能力が高いですからね。しかし何ウォリアーなのかいまいちわかりません。最近は卵か列伝のイメージを勝手に持ってるので、卵じゃないなら列伝かな。せっかく場所の怒りの火山を使ってもらったので、鉄壁のトレスでいきますか。正直場所を起動してなかったら個人的にはちょっと出しにくかったです。ここでザビウスが登場。列伝ミニオンに悪夢の恵みを付与されたら厄介ですね。鉄壁のトレスが生き残ったのでブロンズのアスペクト、ノスドルノを出しておきましょう。これは結構いい感じですね。最多手は3回耐えるし、毎ターン終了時のバフも期待できます。鳥は今ダメージ破壊以外のカードが少ないイメージなので、これはちょっとしんどそう。乱闘がないのがやはり大きいですね。火炎呪文を数枚使用すれば危ない気がしましたが、幸運なことになかったようですね。いいタイミングでワトフィン引いたのでワトフィンクイズ4問目です。これも左ですね。ナーガの種族がついてましたね。ただチームクリーナー出すとワトフィンが全部燃えちゃうので出せないですね。一応盤面のミニオンだけで次のターンリーサルでそうですが、ここで悪夢の恵み持ちの血の戦士ブロームが東京よみがえり持ちなのは本来非常に厄介ですが、申し訳ないですが王立図書館の司書がいるので沈黙させてリーサルですね。今回はあえてワトフィンのクイズを外したことで勝利をつかむことができました。やはり沈黙は優秀でしたね。対戦ありがとうございました。よかったら中の人の動画制作のやる気が上がるのでチャンネル登録していただけると大変ありがたいです。よろしく。指揮官ビアトリックス。ブルーザー行くよ。ここまでのご視聴ありがとうございました。今回の対戦成績は20戦8勝12敗でした。ワトフィンのクイズが思った以上に難しかったですが、発見で正解すれば2マナ4、3として使えるのはかなり強かったです。中の人のミスとしては、意外と種族が増えているのに気づかなかったり、名前が変わってるのを見落とすことが多かったです。本当にハースストーンだし面白いカードなので、個人的には今までのイベントで追加されたカードで一番好きかもしれません。あと完全に個人的な話題なので恐縮なんですけど、今日 YouTube のルールの変更が出たので、とりあえず来年の1月末までは頑張ろうと思います。完全に趣味でやってるチャンネルですけど、ルールが厳しくなる前に1000人到達したいですね。あと76人は結構遠いなぁ。まだ約半年あるので頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価していただいたら本当に嬉しいです。それでは、バイバイ。